ガジェット好きのためのスウェット、作っちゃいました。こんにちは、トバログです。今回はですね、このトバログがいつも着用しているスウェット、これ実はね、既製品じゃなくてオリジナルで開発をしているアイテムなんですけども、これについて今回は紹介していこうと思います。これ一見すると普通のスウェットシャツっていう感じなんですけど、実はこの脇の下の部分にね、隠しポケットが備わっていて、ワイヤレスイヤホンとか財布、スマホ、そしてなんならちっちゃめのキーボードとかね、ズボンのポケットに全部入れると膨らみ気になるんだよなっていうアイテムを、こっちにね分散させながら、手ぶらで持ち歩くっていうスタイルの、スウェットって感じですね。実際サンプルから1年以上ね使い続けて、これは本当にいいぞと思いながら今回動画を回しているので、ぜひね、気になった人は最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで早速紹介していくんですが、こちらが今回、作っているその名もスタッシュクルーネックです。どっかでね、多分トバログ視聴者見覚えがあると思うんですけど、実はねちょっと前にベストバイ動画で紹介していた太郎東京の、スウェットシャツクルーネックっていうやつをベースに作っているんですね。これね本当に素材感とかもふんわりして柔らかくてめっちゃ着心地が良くて、部屋で着る時はもちろん、ちょっと出かける時とか、なんならね、イベントに登壇する時とかも大体これを着ていてね、本当に制服化していたので、せっかくねこれだけ気に入って使ってるんだから、これはもうちょっと自分的に使いたい機能を追加してみたいっていうところで、今回この開発元である太郎東京に連絡をして、今回ダブルネームっていう形で開発させてもらったアイテムですね。はい、というわけで実際に着用してみたんですが、どうですか？この感じ。178センチの僕が L サイズを着用するとこういう雰囲気になるかなと思います。コンセプトは手ぶら以上カバン未満っていうところで、実はね普通のスウェットっぽい雰囲気なんですけど、ここを開けるとこんな感じで隠しポケットがこう備わっていて、実はこの中にはこんな感じで折りたたみのスマートフォンが普通に入っていたり、あとはこっちのポケットにはね普段使っている財布とか、あと日常的に使っている鍵だったり、最近音楽を聴くためによく持ち歩いているこの iPod クラシックとか、この辺のねものがこう一気に収納されていたって感じですね。このポケットの構造については後で詳しく紹介していくんですが、こんな風にこうねざっくりとこうスタッと入れたとしても、普通にね若干言われたらわかるかなぐらいの感じで、ほとんど目立たないような雰囲気でこう持ち歩くことができるっていうところが、このスタッシュクルーネックの一番のいいところかなと思います。これまでこういう用途だとフード付きのパーカーとかをよく愛用していたんですが、パーカーだと、ポケットがねここでつながっていて、真ん中でこう生地が伸びてダラーンってなって中に物が入ってるなっていうのがねすごく分かりやすかったり、あとは僕デスクワークをしてるんで結構フードがついてると肩が凝るんですよね。それでいい代替品ないかなと思っていろいろ探したんですけど、こういう感じの、ステルス性の高いというか、本当にベーシックっぽいアイテムなんだけど、いろいろポケットがついてるものってそんなになくて、じゃあ実際に自分たちで作ってみるかってなったのがこのスタッシュクルーネックだったというわけです。ちなみに今は日常でよく使うものだけを入れてるんですが、例えば手ぶらでカフェに出かけてちょっとした作業をしたいっていう時って、こういうねキーボードも持ち歩くと思うんですけど、一応入ります。これはね膨らみが結構目立つんですが、こんな感じでグイ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 っと後ろに、後ろから見ると多分結構目立つとは思うんですけど、こういう風にねこのポケットの後ろにキーボードを収納したり、ここに例えばゲームボーイミクロだったり電子書籍端末をこんな風にスポッと入れて持ち歩くとかも割とできちゃうんですよね。これらをこういう風にね収納したとしても意外とそんなに目立たないっていうところで、カフェでねちょっとしたキーボードとスマホで作業をするときはもちろん、あとは飛行機の
の機内持ち込みとか、なんかパスポートのケースとかね、そういうのを収納したり、本当にカバン持ってきたくないな、ちょっと手ぶらでいいんだよなみたいな時にすごくちょうどいいのがこのスタッシュクルーネックって感じですね。じゃあちょっとこっからどんな感じの構造なのかとか、素材とかどういうところなのみたいなのを見ていこうと思います。ちょっとまだ最終版ではないのでポケットの位置がもうちょっとね上がる予定ではあるんですが、こういう風に分かりますかね、これなんかノブみたいなのがすごいちっちゃいのがついていて、ここを滑らか、めちゃくちゃ滑らかなこの小さいファスナーをパカッと開けると、この中にポケットがね備わっているっていう、スマホが横にならずにこう縦にしてね収納できるようなポケットが、ここに1つで、こっち側にも1つで、もう1つなんかサブポケット的な感じなんですけど、このねここ一応仕切りで分かれていて、この背面側がこのぐらいの高さにかけてこっち側に貫通してるんですよね。なのでこういう長さと大きさがある、絶対何かしらのハーフデイパックとかああいうのを持ってかないと入らないようなものも一応ねこんな感じで、ちょっとこれはさすがに膨らみとか目立つ感じはあるんですけど、こんな風にね収納ができるっていうポケットも備わっています。こういうのとかねちょっと結構持ち歩くんで、こんな感じで手ぶらでここに入れておけるっていうのが熱いポイントですね。でかつポケットもう一つ隠しポケットがありまして、このね内側右側の背面の手前側にねこういうちっちゃいポケットがあるんですね。でここはこういうワイヤレスイヤホンとかよいしょって忍ばせたり、また鍵類ですね。結構鍵とかってガジェットと入れるとガチャガチャと傷をつけてしまうので、この中に定位置を作っておけば、この背面のここなんで全く目立たないような位置にねこうやってずれることなく収納ができるっていう、そんな感じの合計4気質っていうところです。で最初はここに隠しポケットをつけるだけのイメージだったんですけど、ポケットだけだとなんかこう折りたたみスマホとかってそこそこ重いじゃないですか。そういうの入れた時にダラーンってすごいたわんじゃったんですよね。でそこをどうするかっていうのでめちゃくちゃこう考えながら、当時ミーティングをしながら書いたメモなんですけど、こういうサスペンション的な構造にしたら重さでこの服の生地自体がたわむことはないんじゃないかみたいな話からね、いろいろそういうガジェットっぽい服とかカメラとか、釣りのベストとかああいうのってどういう構造なんだっけみたいなのを考えながらね、最終的にはここが二重構造になって、この薄めのこれポリエステルのジャージとかでよく使われる速乾性とか透湿性があるような素材なんですけど、これをね用いて、この二重構造にここだけすることによってこのたわまなさっていうのを実現するみたいな、そんな感じで結構試行錯誤しています。でこのスウェット自体の持ち味としては、やっぱりさっき紹介した通りここの生地だと思うんですよ。裏のこの裏地自体がこのつり編みでねふんわりと仕上げていることで着心地がすごく柔らかいというところが特徴なんですけど、これ自体裸で着ることはないだろうっていうところで、肌着とか T シャツを着た上から着るから、ここはこういう二重構造になっているんだけど、半袖でも柔らかさを享受できるようにここはねそのまま生地を生かしているっていう感じです。いやすごい。でもう一つ機能性の特徴としてはここなんですけど、ドゥン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 と、ここの内側実はちょっとしたマイクロファイバー製の布になっていて、ここで、こういうスマホのね画面とかガジェットの画面をきれいに拭くことができるっていう地味な機能が備わっています。普段スマホを持ってても画面拭きってそんな持ってないじゃないですか。なのでちょっと指紋だらけになっちゃった時はこの辺とか、あとこの辺でこうやって拭くことが多くて、じゃあここにマイクロファイバーのクロスを仕込んだらどうなるんだろうっていうので仕込んでみたのがこれなんですけど、これがやっぱねめちゃくちゃ良くてですね、こうやってこう拭くのはそうだし、結構折りたたみスマホってこの内側がベタベタな指紋だらけになりやすいんですが、なのでこことかでこうちょっとここキュ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 って拭くとすごく綺麗になるっていう、このクロスはちょっとねやっぱガジェット好きには手に取ってほしいポイントの一つだなと思います。
ただ余談としてはこういうねレンズを拭くのにはそこまで向いていなくて、やっぱり服の中に布の中にあるものなのでちょっとねホコリがついちゃうんですよ。なのでこれした後にシュッシュッシュッってやるところが必要だったりと、まあねレンズ拭きっていうほどではないんですけど、スマホの画面ぐらいだったら拭きやすいかなっていう、そんな感じのアイテムです。はい、というわけでここからは実際に開発どういう風にしていったのっていうところをねちょっと紹介していこうと思うんですが、まず今回コラボレーションとしては太郎東京さんと一緒に作っているので、いつだったかな、1年半とか2年前ぐらいに最初の会議をこんな風にしていて、僕は全く服飾の知見がないので基本的にはこうしたいっていうやつを、設計とかデザインができる人にお願いをしながら、市川さんっていうんですけど、結構ね無茶ぶりをこうちゃんと汲み取って設計してくれていったって感じですね。この動画に今映っているのは、いくつかこうプロトタイプとか、どういうのがいいかっていうのがある程度定まってきたサンプルっていう形ですね。この状態でもめちゃくちゃ着心地とか使い勝手は良かったんですけど、やっぱり裏地にした時にちょっとね生地に遊びが出る感じとか、あとポケットのサイズ感とか細かいところが、気になるところがあったので、フィードバックをしながら徐々に何世代か重ねて現在の形に落ち着いています。ちなみに今回使っている生地は釣り浦家っていう綿 100% のものすごくふわっととろけるような素材感、気持ちよさが印象的な生地を使っています。もともと太郎東京のクルーネックを何枚もねこうずっと愛用してきた理由がこの素材っていうところで、本当に着心地がめちゃくちゃいいんですよ。日常的にデスクワークする時もそうだし、本当に出かける時もねなんか体にしっかりついてきてくれる柔らかさっていうのがすごく好きで、今回はこの生地を編んでいる和歌山県の和田メリアスさんにも伺って実際にねこの生地を作っているところを見せてもらってきています。いやすごい、初めてこんな感じで生地が編まれているのを目にしたんですけども、これすごく特徴的なのが吊り編み機って言って、天井からこの大きな機械を吊ってそれで生地を編んでいるんですよね。この方法で編むのって今すごく珍しいらしくて、世界的にもおそらくこの和歌山県の一部のエリアでしか使われていないんじゃないかっていう、機械らしいんですよね。っていうのもこれって今主流の編み機よりもだいぶ効率が悪いらしくて、普通の機械よりも10分の1ぐらいのね速度でしか編めないらしいんですよ。1時間に1メートルぐらいっていうね本当にゆっくり編むから、それによってこの生地のね柔らかさみたいな空気を含んだふっくら感に仕上がるっていうのが特徴なんですが、本当にメンテナンスも大変らしくて、こんな感じでずっと機械をね見ながら逐一こうホコリが溜まってきたらハケで吐いてとか、止まってしまったらそこからねこう針の位置を直してとか、そういうのをすごく細かくやられていました。実際にねこの針も何本って言ったかな、1600本ぐらいを多分ね一つの機械で使ってるらしくて、それが一つちょっとずれただけでもちゃんと編めないみたいな、そういうセンシティブな機械らしいんですね。作られる素材、生地の柔らかさはすごくいいんですけど、やっぱりこの扱いの難しさだったり生地を作る生地を編むスピードがねちょっと効率的じゃないっていうところから、世界的にもどんどん使われなくなって、今だと本当に和歌山県のこの一部のエリアだけで作っているそうです。ちなみにこの吊り編み機、古いものだと100年前ぐらい、新しいものでも2、30年前ぐらいのね機械が今動いているらしくて、今新しく作ろうとしてもなかなか難しいみたいですね。和田メリアスさんは今までこう廃業してしまった工場から、この吊り編み機をね買い取って、それをこうストックして置いているおかげでこう部品を取ったりとか修理しながら使えているらしいんですけど、本当に近年この釣り浦家の需要が世界中でね高まっているみたいで、なかなか生地の確保が難しくて、今回はね本当に数量限定の受注生産という形なんですけども、この生産過程を見てもらえたらなぜそうなっていたのかっていうのが分かってもらえるんじゃないかなと思います。後から聞いた話で、実は和田メリアスさんもあんまり取材とかは受けていないらしいんですが、僕自身もこのスウェットすごく愛用しているっていうところで今回ね取材を受けていただいたっていうことです。本当にありがとうございます。いいものになりました。
で今回釣り裏毛だけじゃなくて裏地のポケットとか、ファスナーとかね、結構構造も複雑っていうところで埼玉県にある丸一さんっていう縫製工場さんで実際に形にしてもらっています。丸一さんでも実際の生産過程を見せてもらったんですが、こんな風に生地をねバツッバツッと機械で裁断をして、その裁断されたパーツをこうやってねいろんな人がもう職人さんがこう縫い合わせたりしていて、こういう服って本当にやっぱり人の手で作られているんだなっていうのをね強く感じたところですね。本当にいろいろな人がこうやってね携わりながら、職人さんが手で見て目でチェックしながらね、しっかりとやってくれているっていうところで、本当にもうありがたいなっていう感じですね。しっかりこれをもうあとは皆さんに届けていくのが僕の役目なので、ちょっとね是非ね見てほしいなと思っています。で今回カラーはこのグレー一色っていう形で、このなんか温かみのある暖色寄りのグレーがすんごく好きで、これが一番なんか色落ちとかもなく自然な風合いっていうところで、今回はじゃあグレーで一色で展開しようっていうところでグレーだけの販売となります。サイズに関しては S、M、L っていう形でこんな風なねサイズ展開をしているっていうところですね。その他の詳しいスペックというか仕様はこんな感じになっています。はい、というわけで今回のこのスタッシュクルーネック、たくさんの思いが詰まっていることが分かってもらえたかなと思います。ちょっと今回ねやっぱり生地の調達などの関係で数がそんなに用意はできてないんですけど、一応数量限定の受注生産という形で今回執り行わせてもらおうかなと思ってます。概要欄の方にねリンクがあるんですが、太郎東京のページから購入していただくとだいたい8月とか夏の初め頃にはねお送りできるんじゃないかなというところなので、ぜひぜひチェックしてみてください。そして価格が 19,800 円というところで2万円をねなんとか切る形で今回用意させてもらっています。結構こういう釣り裏毛を使ったアイテムだとやっぱり3万円とかね、そのぐらいはしてきちゃうみたいなんですが、太郎東京の場合原価率 6,7 割ぐらいをね目安に販売しているっていうところがあって、今回価格をね抑えることができましたね。もちろんトバログ含め開発費とか、その辺のね、費用もちゃんとこう入った状態でこの価格で抑えられていて、利益はほとんどないような形なんですけど、作りたいものがねできたから僕的にはすごい良かったかなっていうところです。で受注期間に関してはこの動画を公開している現時点から5月8日までを予定しています。だいたい 2,3 週間ぐらいあるので、気になった人はぜひチェックしてもらえると嬉しいです。そしてもう一つお知らせがあるんですが、こういう服ってやっぱ着てみないとわからないっていうところで、今回試着会も行ってみようかなと思います。一旦は東京でやる予定なんですが、5月の6と7日にやる予定で、もしね反響があれば4月後半とかでも行うかもしれないので、その辺ちょっとねインスタグラムだったりツイッターの告知とかを見ながらチェックしてもらえると嬉しいです。その会場には実際トバログもいる予定なので、どんな感じで使ってるのとか、これ入るとか、このキーボード入るみたいな、そういう話とかもねぜひしながらワイワイできると嬉しいなと思っています。はい、というわけで今回の動画これで終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方、チャンネル登録と、あと概要欄からアイテムもチェックしてもらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。